F1 はただ速ければいいという世界じゃない。戦略、集中力、そして自分を信じる力が試される舞台。その全てを兼ね備えた若者が今まさに登場しようとしています。彼の名前はアイジャック・ハジャー。2004年パリ生まれ。父は量子力学の研究者、母はリビア系アルジェリア人。数字と理論の世界に生きる父の背中を見ながら、彼は感性とスピードの世界に魅了されていきました。7歳でステアリングを握り、家族と共にカートに挑んだ日々。その情熱はやがて F1 界に新たな波を起こす原動力となります。冷静さと情熱、科学と本能。アイジャック・ハジャーは F1 の未来を塗り替える考えるレーサーです。第1章。始まりはカーズ・カー。2004年フランス・パリに生まれたアイジャック・ハジャー。父は量子力学の研究者、複雑な数式と理論を操る科学者。母はリビア系アルジェリア人で、文化と感性に満ちた家庭で育ちました。そんな彼がモータースポーツに心を奪われたのは7歳の時でした。きっかけはピクサー映画カーズ。スクリーンの中で命を持ったマシンたちが駆け抜ける姿に幼いハジャーは目を輝かせました。僕も走りたい。その一言が家族の人生を大きく動かします。父は研究室を離れ、息子の夢のためにメカニックとしてサポートを開始します。週末にはサーキットへ、平日はガレージでマシンの整備。家族全員がチームハジャーとなり、彼のカートのキャリアは情熱と絆に包まれてスタートしました。この時期に培われた技術への理解と家族との信頼は後の彼のレーススタイルにも深く影響を与えていきます。第2章。ジュニアフォーミュラでの飛躍。2019年フランス F4 選手権でシングルシーターデビューを果たしたハジャー。初年度から安定した速さと冷静なレース運びを見せ、注目を集める存在となりました。そして2021年、舞台はフォーミュラリージョナルヨーロピアン選手権。伝統のモナコグランプリでは予選で完璧なラップを刻み、ポールポジションを獲得します。この年ハジャーは2勝を挙げて総合5位。その走りは精密さと冷静さを兼ね備え、年間最優秀新人賞ルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。この瞬間、ヨーロッパ中のスカウトの目が彼に向けられ、翌年の FIA、F3 ステップアップへの道が開かれたのです。レース中の無駄のないライン取り、タイヤマネジメント、そして冷静な無線対応。その走りはすでに F1 予備軍と呼ばれるにふさわしい完成度を誇っていました。2022年、ハジャーは FIA、F3 選手権にステップアップ。開幕戦バーレーンでは鮮烈な優勝を飾り、シーズンを通して安定した速さを見せました。ランキング4位でシーズンを終え、レッドブルジュニアチーム入りも果たします。この年の活躍が F2 昇格への確かな足がかりとなったのです。第3章。 F2 での覚醒。2023年、ハジャーは FIA、F2 にステップアップします。ハイテックグランプリからの参戦は決して順風満帆ではありませんでした。ペナルティ、マシントラブル、予選での不利。それでも彼はオーストリアグランプリのスプリントレースで3位表彰台を獲得し、可能性を示しました。そして2024年、カンコスレーシングに移籍します。この年、彼はまさに覚醒しました。モナコではバーチャルセーフティーカーのタイミングに泣きながらも冷静な判断で2位表彰台。シルバーストーンでは雨が断続的に降る難しいコンディションの中、タイヤ戦略と冷静な判断力でトップチェッカーを獲得。クロフォードのペナルティも重なり、ハジャーは今季3勝目となるフィーチャーレース優勝を手にしました。カタールでは終盤のオーバーテイクで観客を沸かせ、再び表彰台へ。スパフランコルシャンではガブリエル・ボルトレートとの激戦を制し、今季4勝目となるフィーチャーレース優勝を飾ります。その走りはレッドブルジュニアの中でも群を抜く存在感を放ち、シーズン終盤には F1 リザーブドライバーとしての任命も受けました。最終戦、ヤスマリーナではスタートミスによりタイトルを逃すも、ランキング2位でシーズンを終えます。タイトルは逃したが才能は証明された。それが2024年のハジャーでした。第4章。 F1 デビュー。レーシングブルズの新星。2025年、アイジャック・ハジャーは角田裕樹のチームメイトとしてレーシングブルズから F1 デビューします。開幕戦オーストラリアグランプリでは緊張と路面変化に翻弄され、スピンによってリタイア。 F1 の洗礼を受けた彼にとって厳しいスタートとなりました。しかしそこからの巻き返しは見事でした。中盤戦では着実にポイントを重ね、予選でのタイムも安定。そしてついに世界に名を刻んだのは第15戦オランダグランプリでした。予選では
パワーユニットのトラブルを抱えながらも自己ベストの4番手を獲得。決勝ではシャルル・ルクレールやジョージ・ラッセルの猛攻を冷静に防ぎ、72周にわたってポジションを死守。終盤ランドノリスのリタイアによって3位に浮上すると、最後のリスタートでもラッセルを抑えきりチェッカーを受けました。この結果によりハジャーはフランス人史上最年少で F1 表彰台を獲得。そのメガラップと呼ばれた予選アタックは F1 界に衝撃を与え、彼の名を世界中に知らしめました。しかし歓喜の表彰台セレモニー後には思わぬハプニングが起きます。オランダ伝統のデルフト陶器で作られたトロフィーを地面に置いた瞬間、首の部分が折れてしまいました。狼狽するハジャー、驚く岩佐歩夢。その場は笑いに包まれたが、彼にとって忘れられない一日となりました。夢が叶った瞬間に現実の重みを知った、そんな表情が彼の F1 キャリアの始まりを象徴していました。第5章、頭脳と感性の融合。壊れたトロフィーこそが歴史。そう語ったのは初表彰台を飾った直後のアイジャック・ハジャー。オランダグランプリで手にしたデルフト陶器のトロフィーは祝賀の最中に真っ二つに割れてしまいました。主催者は新品の代替品を用意したが、彼が求めたのは割れたオリジナル。新しいのなんてどうでもいい。シャンパンの匂いもしないし、僕と一緒に表彰台に上がったのは壊れた方だから。その言葉には結果よりも過程を重んじる彼の哲学がにじんでいます。科学者の父の影響を受け、ハジャーは幼い頃からなぜを考える習慣を身につけていました。レースでもただ速く走るだけではない。タイヤの摩耗、空力の変化、ライバルの心理、全てを読み解き戦略に落とし込みます。その姿勢はエンジニアとの対話にも表れている。彼は指示を受けるドライバーではなく、共に考えるドライバーです。表彰台の喜びよりもそこに至るまでの試行錯誤と仲間との協力を誇りに思います。それがアイジャック・ハジャーという男の本質。頭脳と感性、冷静さと情熱、その融合こそが彼を唯一無二の存在にしています。アイジャック・ハジャー、その名は F1 の未来を語る上で欠かせない存在になるでしょう。予選でのメガラップ、決勝での冷静な防御、そして壊れたトロフィーに込めた哲学。彼の物語はスピードだけでは語りきれません。科学者の父から受け継いだ思考力とサーキットで磨かれた感性、その融合は F1 という舞台に新しい価値観をもたらしています。考えるドライバー、それは単なるキャッチコピーではありません。彼はマシンと対話し、状況を読み感情を制御する術を知っています。2025年初表彰台を獲得したザントホールトの夜、彼は静かにトロフィーを見つめながらこう語りました。これは僕の歴史だ。割れていても僕にとっては完璧なんだ。その言葉に F1 の未来が垣間見えます。情熱と知性、その両輪で走るハジャーはこれからの F1 を形作る象徴なのかもしれません。そして今彼は次のコーナーへと向かっています。その先に何が待っているのか、それを知りたくて私たちは彼を見続けるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。